そんなものはね、ラーメンだと言ってるけども、とんでもねえの。だから私はよく言うんだけども、食べ物でインチキするんじゃないよと。ダメだと思う。食べ物ぐらいの細かい商売でお客様いかさましちゃダメなんだよと。この切り方が一番危ない。一番危ないけども一番食べてうまい。だから全部出てきるでしょ。だから食感が違うんだよね。機械で切ったのとパッと真っ赤くに入るんですよ。調子はいい？ことがだんだん良くなってきました。カウンター1、3、4で。お客さん40年ぐらい来てるうち、これはないんだってさ、どこ行っても。いらっしゃいませ。一番さん、藤屋大盛り。いらっしゃいませ、テーブルどうぞ。ラーメンがこの網でピタピタ上がらなかったらダメなんです。あれだとね、麺がお湯の中で回りますからね。お湯出ますから。数枚なんかじゃ伸びないんです、麺が。はい、ニンニク。はい、チャーシューサジです。これが本当のね、日本の昔ながらの、ね、白そばだよと。どうぞ召し上がってください。オール茨城へ、オール群馬、オール栃木へ。トップ。この本も全部私持ってますから今。サルラーメンってないから。またサルラーメンができて30年ぐらいじゃないですか。その前からだから。本物を作る人がいなくなっちゃったってことだよね。やっぱ私は私なりに佐野の原点のそばを売ると。私ね、最初教わったのが佐野にペンさんっていう中国人がいたんですよ。それが今からもう70年でやってますから。このラーメン1本で70年間持ってきたわけだ。ラーメン1本やるんです。早く言えばごちゃごちゃ商売、これやらないんです。これも20年ぐらい前だね。佐野でこれ売ってる人がいないんですよ。もうみんな機械の麺だから。今私はね、麺打ちはやってないんですよ。女房がやってますから。奥様は全然経験なしで。経験なしでフィリピンから来たから。餃子でもプロと同じでしょこれ。うちの親父の親、田中正人さん、うちの父親の親。そう、口コミが一番でしょうね。安定してますよね。必ず来てくれますから。お客様には感謝してますけどね。うちは全部手切りです。もう70年間全部手切り。一切負けませんこれ。だから私はよく言うんだけども、食べ物でインチキするんじゃないよと。お店が流行ってくるとすぐ今度機械かけるね。数を取るためにダメだと思う。食べ物ぐらいの細かい商売でお客様いかさましちゃダメなんだよと。私はそういう考えですよね。そういうふうに教わったんですか？いや、教わったっていうのはそれは当たり前じゃないですかね。5時からやってるって言ってましたけど、やっぱり麺の熱しなかったらダメだからねって。1時間半なり置かないと麺が滑らかにならないから。食べた時にチャッっていうその滑らかさがないからね。みんなね、ラーメンだって騒いでるけど、とんでもない。麺打ちもできねえくせに生意気言ってんじゃないよと。機械であるんだから子供でもできるんだよね。分量さえ分かれば。ラーメンがこの網でピタピタ上がらなかったらダメなんです。みんなこんな日本そばだけでこんなやってるでしょ。あんなね、素人がやるの。あれで揚げな。あれだとね、麺がお湯の中で回りますからね。お湯出ますから。数枚なんかじゃ伸びないんです、麺が。そんなものはね、ラーメンだと言ってるけども、とんでもねえの。これがね、豚ガラなんです。これが鶏ですね。70年前からこの作り方なんですか？この作り方です。あとはこの他にも結局野菜が入ったりしますけどね、玉ねぎが入ったりね。スープが進むからね。これが寝せてるそばだから、これが。
もう一回また伸ばさない。もう一回また。だから手間かかる。かかりますよこれは。だからみんながねこれができないんですよ。よし。疲れてる。だから2店舗できないよ。今手でこうやってました。これあんまり遅すぎちゃうとね、そう。生地が力を入れすぎちゃもダメ、力を足らなすぎてもダメ。だからそれ本当の手打ちなんだよ。大変。頭も使おう。こういう薄いとこだとか、これを調整しなくちゃなんないけど、こっち厚いでしょ。竹そのものは丸いでしょ。下の部分が当たった部分がそうなってる。これも考えなくちゃなんないよ。厚いもダメだよね。太すぎちゃうんだよね。口に当たる。細すぎてもダメ。感覚、口の中に食感がない。この切り方が一番危ない。一番危ないけども一番食べてうまい。だから全部手で切るでしょ。だから食感が違うんだよね。機械で切ったのとパッと真っ赤くに入るんですよ。大体これでね、180から200あるんじゃないかな。ほら、180振って普通の一般市販されてるやつは150ぐらいしかないんだからね。今日打った麺は今日使うんですか？そう。使います。どうしてもアクが出るからね。きれいなスープになったでしょ。私が今現在86でしょ。私と女房じゃ55違うんですよ。3人でしょ。日本一だねんかなと思うよ。これも経営はこっちが全部渡しちゃったから。そんなにもうお金入れないということで一生懸命やってくれるからね。あの麺打ちは骨なんですあれ。世の中生きるってのは大変だよね。朝ごはん食べてきたんですか。大盛りを作りますからね。
どうぞ召し上がってください。子供に伝えるってことだ。もう子供が10歳でしょ。俺はね、うちの女房に俺頭下がるもの。涙こぼしてやったもの、これができるまで感謝してるね。子供が大きくなったら手伝える可能性もある。やりたいんだったらやらせる。無理にやらせない。甘くないからね。何の仕事も。なんか途中でやめようというか。大変だけど、この仕事好きだから進むですよね。僕もまた作るんですか。そう。チリ様ですか。はい。はい、一番テーブル。はい。はい。いらっしゃいませ。一番さん、富士屋大盛り。いらっしゃいませ。テーブルどうぞ。Inbound table, charging pass, operation pass, please. 最初まで柔らかい。ございます。ゆういち。いらっしゃいませ。はい、上がりです。女の人が2番さん。はい、2番。
と思う。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。テーブルどうぞ。いらっしゃいませ。はい、生姜盛りどうぞ。中華おもりと塩です。麺固め、両方と餃子1枚。餃子1枚。いらっしゃいませ。何名様ですか？あ、どうぞ。3名様です。どうも。調子はいい？ことがだんだん良くなってきました。いやな。カウンター1234で。息子さん小さいから。頑張んないと。どうも、すいません、ありがとうございます。このお客さん40年ぐらい来てるうち。これはないんだってさ、どこ行っても。おかえりです。4番さん。どうもすいません、無事に来ました。はい、どうも。はい、これお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お湯はまめに変える。そう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 。その方がうまいからね。まだいる。おいしょ。はい、一番大盛り。はい、失礼。これおさじだよ。おさじ。おかわりです。はい、ニンニク。はい。はい、チャーシューおさじです。だから今日は暇だね、日曜日でも。ずっと入ってるけども、前に並ばなかったら。上がりです。はい、一番さん。一番ね。はい、うちわ。はい、生姜。記事を読んだんですけど、なんか手が柔らかいっていう。柔らかいです。タコができるのはまだ若いんだよね。包丁使ってて、包丁が当たらないからね、タコはできないんです。包丁が当たるとタコができちゃうからね。使い抜いた手っていうのはすぐ分かるんですよ。柔らかくて包丁がスパスパ切れるんだから。タコができてるじゃまだ見習いだよと。全然これ何もないでしょこれ。続けられるのは何
やっぱりお客さんにいいものを出さなくちゃなんない、いいものを出さなくちゃなんないっていうことで考えてますから、これが本当のね、日本の昔ながらの、ね、品そばだよと。